はい、それでは、かぐや姫の商店やっていきたいと思います。これ、竹取物語という作品でして、内容はざっくりとね、お話ししていきますので、テストの範囲のところに関しては、教科書をちょっとね、見比べながら内容を確認してもらえるといいんではないかなというふうに思います。はい、それでは内容にね、入っていきたいと思います。内容を知るためには、ここの商店に至るまでの経緯っていうのを知らなきゃいけないので、こちらもね、踏まえながら、お伝えしていきたいなというふうに思います。はい。まず、今は昔、竹取の翁というものありけりというね、始まり方をします。で、昔、竹取の翁という人物がいましたということです。本名は、讃岐の宮津子と言います。いつものようにね、竹を取っていると、少女を見つけて、自分の娘として、家に連れて帰ったっていうのが、これ、冒頭部分になります。はい。女の子を見つけてからというものの、これ竹取の翁ですから、竹を取るたんびにですね、節ごと、ね、これを切るたんびに黄金が入った、竹を見つけるようになって、翁の生活はかなりいいものになっていったということになります。で、3ヶ月すると、ね、竹から出てきた女の子は、すくすくと成長してですね、成人式のような、これ、模擬っていうのがね、成人の服みたいなもんなんですけども、20歳ぐらいの大きさになったっていうことですよね。うん。で、美しさを増して、ね、成人した女の子の名前を、なよたけのかぐや姫という風に名を付けたということになります。はい。で、当然成人した女性ですけれども、そういう素晴らしい、綺麗な女の人がいるっていう噂は一瞬で広がっていきます。で、多くの男たちがその姿を見ようと、ね、続々と押しかけてきます。ただですね、かぐや姫はその姿を見せようとしないで、本当に、結婚してくれっていうふうに求婚されるんだけれども、誰一人として会おうとしなかったわけですね。で、1年365日、ずーっとね、通い続けていたのが、5人の貴公子ということで、ね、それが誰なのかなっていうことです。はい。1人目が、石造りの巫女という人、倉持の巫女という人、安倍の三牛という人、大友のみゆきという人、磯の神のマロタリという人です。この5人です。ここの名前を覚える必要はありませんので、5人の貴公子がいたんだなってことぐらいです。はい。で、かぐや姫は、もう成人してますので、求婚されて、ね、体裁上はやっぱり結婚しないといけないのかななんていうのは思いつつも、本心ではやっぱり結婚したくないわけですね。で、結婚しない方法として考えたのが、ね、私の一番見たいと思うものを見せてくれる方と結婚しましょうということで、5人の貴公子はね、やったーということで、頑張るぞーっていう風な気分になっていくわけですよ。はい。で、石造りの巫女っていう人は、ブッダですよね。それの、鉢があるんですけども、それ持ってきてって言われて、持ってこれなかったとかね。こういうふうにいろんな無理難題をつけるけれども、全員こういうふうに持ってこれなかったよ、なんていう、そんな話です。で、その中で5人のね、貴公子とはうまくいかなかったんだけれども、これ国の天皇、帝ですよね。帝はちょっと作戦を変えてですね、竹取の翁ですよね。に嘘をつかせて、かぐや姫の姿を一目見ようとしたわけです。で、宮中へ連れて行こうとするんだけれども、うまくいかなかったっていう、そんな感じです。ただ、この5人の貴公子との違いは、この後、ね、かぐや姫と、ね、帝に関しては、こう、手紙のやり取りをするってことで、他の5人とは違って、少し心のつながりみたいなものができてるわけですね。うん。で、その関係からですね、今回の昇天の話になってくるわけですが、いよいよね、昇天しなきゃいけない時がやってきて、沖縄とオーナーですね、おばあちゃん、おじいちゃんに対して、月に帰らなければならないっていう告白をするわけですよ。で、その告白を聞いた沖縄おじいさんはですね、もうショックすぎて、一夜でね、全部髪の毛が白髪になったっていう、そんなね、言い伝えがあるほどだということなんですね。うん。で、ショックを受けて、でもなんとかね、月に返したくないというね、沖縄は、先ほど出てきた帝に頼んで兵を借りてきます。で、家の周りをぐるっと囲んでですね、月の使者が来て、それを追い返そうとしていたっていうね、それがかぐや姫の商店の、入る前の、バックボーンというか、そう背景の部分の説明になります。はい。それではね、ここから、テスト範囲のかぐや姫の商店の本文に入っていきます。
酔い打ちすぎてってことですから、まあ夜になって寝の時ばかりにってことですから、深夜の12時ぐらいです。ね。家のあたりが昼の赤さにも過ぎてってことで、昼の明るさのように光ったわけですね。どれぐらい光ったのっていうと、これ、望月の赤さをと合わせたあるばかりですから、望月の10個分の明るさで光ったわけですね。そのね、明るさというのは、毛の穴さえ見えるほどだよっていうぐらいなんで、夜なのにそれぐらい明るかったよっていうことになってます。はい。そしたらですね、大空から、人が雲に乗って降りてきたと。高さはだいたい5尺ということで、150センチぐらいのところに浮いているってことですよね。そして立ち連ねているということになっています。はい。この人が現れた瞬間から、ね、こういうふうに内とか外で、かぐや姫を守っている人たちがですね、どんどん気分が悪くなってしまっていて、戦おうね、追い返そうと思っていた心がどんどんなくなっていってしまったっていう、そういう話です。ね。で、なんとかね、その中でも心が強い人も戦おうとするんだけども、全然もう倒せるような感じではないということになります。はい。で、その中でですね、この天人たちが、宮津丸来なさいってことを言うわけですね。この宮津丸って誰っていうと、この竹取の翁ですよね。本名は、本名は、さぬきの宮津子ですね。ごめんなさい、出てこなかったですね。さぬきの宮津子っていうので、ね、ここで宮津丸っていうのは、竹取の翁のことになります。はい。で、来なさいというふうに言っていたんですね。で当然ここもそうなんだけども、竹取の翁ね、に関しても、かぐや姫を返したくないので、めちゃくちゃ張り切ってね、追い返してやろうと思ってたんだけども、ここも、全然やっぱり戦う気持ちがなくなっていってしまうっていうのが、書いてあります。はい。で、汝幼き人ってことで、なんでかぐや姫が地上に降りてきたかっていう話を、この人たちが始めてくれるわけですよ。で、この竹取の翁という人物は、なんだかよくわからないんだけれども、いいことをしたらしいんですね。そう、ここで竹取物語にも詳しく書いてはいないんですけども、おそらく神様を大事にしたりとか、そういう行為をしたんじゃないかっていう話ですね。そんなことをした結果、要は月の王様からご褒美をもらったと。じゃあそのご褒美が何ですかって言ったら、このかぐや姫だったわけですね。そう。で、かぐや姫が、登場してからというもの、結局、ね、このように竹からお金が出てくるようになったりもしたので、自分のね、身分が変わるほどのお金を手に入れたりとかってね。で、もちろん子供ができたので生活が大きく一変したなんていう、そんなところです。はい。で、ここ、ね、なんでかぐや姫が地上に降りてきたかっていうことなんだけれども、もともと沖縄がいいことしたっていうのもそうなんだけど、かぐや姫はね、月の世界で罪を作ってしまったそうです。それによって地上に降りてきた。これがちょっと理由として書かれているところなので、かなり重要なところかなっていうふうに思います。はい。で、そのね、天上、月の世界で犯した罪をもう償ってしまったので、月の世界に帰ろうじゃないかということで、この月の王様がやってきたってことなんですね。みそぎが終わったから迎えに来ましたよと。で、早く返してくださいというふうに言うわけですね。かぐや姫を返してねと。で、沖縄、そうで泣いたわけですね。悲しいわけです。取られたくないっていうのがあるんですよ。そう。でも、ここね、本文中にもそうなんですけど、天人たちがですね、片時っていう風な言葉を使うんですね。そう、汝が助けにとって片時ほど下ししようってことで、片時ってすごい短い時間のことを表してるんですけども、一瞬っておかしいよみたいな、その短い時間っておかしいよってことを言ったんですね。私はかぐや姫を20年近く育ててきたので、あなたが言っているかぐや姫とは別人じゃないか、みたいな感じの論点で戦おうとするわけですよ。で、これね、かぐや姫を24年って言ってるので、20、余り年と書いて4年ですよね。20年近く育ててきた。これちょっとね、沖縄も持っちゃってるんですけども、なんでこういう風に言ったかっていうと、3ヶ月で本当はね、成人したかぐや姫ですけれども、普通に人間として育っていれば20年ぐらいかかるっていう、こういう考え方ですよね。だから、私は20年ぐらい育ててきたっていう、ちょっと簡単な嘘をついているわけですね。そう言って、とにかく月に返さないようにしたって、そんな感じです。で、これだから別人じゃないのって、少ししかいなかったかぐや姫がいるんじゃないかっていうことをね、論点に戦おうとするわけですね。はい。ただ、ね、また、
なんていうのかな。それじゃあちょっと弱いと思ったんだかわかんないですけども、とりあえず、ここにいるかぐや姫に関しては、ね、重い病気だから外に出ていくことはできないということで、まあ嘘をついたわけですね。まあこのようにいろんな言い訳とかね、理由を述べてみたものの、ね、まあ返事をしなくなっちゃったわけですね。天人の人たちですね。天の王様もそうです。で、どうしたかっていうと、なんだかよくわからない、なんかこう、能力を使ってですね、こうみんなで守っていた家の扉も簡単に開いて、ね、いつの間にか、ね、かぐや姫と、おばあさんは外に出てきたという、そんな感じになっています。そう、そこで、ね、こんな汚いところに長くいるものじゃないから帰るぞというふうに、まあ、言葉を発するわけですね。そう。汚きところっていうふうな、ね、言い方をされます。人間界はだから天の人たちにとってみると、すごく汚いところであるということなんですね。で、まあ、最後のお別れになっていくところなんですけども、かぐや姫としては、まあ、本心ではなくと、ね、月に帰ってしまう。本当嫌々っていうわけじゃないんだけど、まあ自分の気持ちじゃないんですよ。迎えが来たからしょうがなく帰らなければならない。だからせめて見送ってくれないかというわけですね。ただ、見送れないよと。沖縄としたらね。一緒に連れてってください。なんて言うんですよ。困ってしまうんですね、かぐや姫が。で、まあしょうがないのでっていうことで、手紙を置いていくので、恋しい時に見てくださいと言って、以下、ね、手紙の内容になっていきます。はい。この国で生まれたならば、まあ、嘆かせない時までっていうのはきっと、ね、なんていうのかな、沖縄とかオーナが死んでしまう時なんかもしれないですけども、このように、ね、まあ、だからそういう時まで待てなかった、このように別れるのは本心でなく残念だよと。で、脱いだ衣服を形見として置いていくので、ね、寂しい時は見てねと。月の出た日は私のいる月の方を見てください。ね、このように中途半端な状態で見捨てて去ることは空から落ちてしまいそうな気がするってことなんで、それだけショックなんですよ、なんていう手紙を書き残したわけですね。はい。で、まあこの後、天人がね、持った箱から、不死の薬をね、一つ舐めるわけですけれども、かぐや姫がこういうふうに薬を飲まなきゃいけなかった理由っていうのも、やっぱり、この本文中にも書いてあった通り、地上は汚いところなんですね。だからおそらく天人たちは、この薬を飲み続けることによって、常に永遠の命みたいなものを手に入れてたんじゃないかなということです。だからかぐや姫もおそらくこの薬を飲まなければ、まあ地上ではね、すぐ死んでしまうっていうか、まあこの人間とね、同じような感じで死が訪れるんじゃないかなっていう感じです。まあとりあえずですね、まあ、そうなっては困るんだかなんだか知らないですけども、一口舐めたっていうことですね。で、それ、残りの薬に関しては、沖縄とオーナにあげようとしたんですね。まあ、不死ですよね。不死の薬っていうのは多分喜ばれると思った、まあそんなとこだったのかもしれないですが、ね、天人はその薬を包ませようとしなかったっていう、そんな感じです。で、その後ですね、包ませようとしないし、みんながまとっている羽衣を着せようとするわけですね。で、この羽衣っていうのがちょっとポイントで、この羽衣を羽織ってしまうと人格が変わってしまうんですね。おそらく今思っているおじいちゃんとかおばあちゃんですね。沖縄オーナーが、こう、なんか、別れるのが寂しいみたいな気持ちも一切なくなってしまうみたいな、そんな感じです。はい。で、まあそんなことは許されないということで、ちょっと待ってくれと。ただですね、手紙を書きたいんだっていうことを言うんだけども、遅いということで結構プレッシャーをかけてくるわけですね。そんなこんなのやりとりがあったんだけれども、ね、人情に欠けることを言うなということで、落ち着いた様子で最後、ね、帝への手紙を書き始めるわけですね。はい。で、帝はね、沖縄の依頼によって多くの兵を派遣してくれましたよね。だから今家の周りにいたのはやはり帝の兵だったんですよ。それで、まあ、私をね、この地上の世界に留めようとしてくれましたけれども、まあ、避けることができない天からの迎えがやってきちゃったんですと。で、連れて行かれちゃうのがね、残念なんだけども、ね、今となってですね、まあ、あなたのもとに、まあ、宮遣いとかですから、結婚とかね、そういったものを考えられなかったのは、自分のね、自分が問題の多い身の上だったからなんですよ、と。で、当時ね、帝の奥さんになるっていうのは相当なね、まあ、ステータスですから、ね、それを断るってことはほとんどないんでしょうけども、ね、そういうふうに、まあ、ご無礼を許してくださいと。そういうふうに言ってしまったことが心残りなんですよってことで、まあ、少しなんかね、気持ちのつながりっていうのがここであったんだなっていうのがよくわかります。で、
最後のね、セリフとして、天の羽衣を着る時間になって、これ記憶とかがね、人格が変わってしまう前になって、あなたのことを懐かしく思い出していますよ、なんていう手紙を書いたわけですよ。やっぱりここからもね、非常によく二人の関係性というのが見えてくるかなということです。これを、唐の中将という、帝の部下にあたる人にね、渡してですね、届けてもらおうという、そんな感じになります。直接だから最後、帝と、かぐや姫が会うことはなかったんだけれども、ね、その依頼をして、ね、最後、羽衣を着て、人格の変わったかぐや姫は月へ帰っていきましたっていう、そんなお話です。ね、ざっくりとした内容で、しかもダラダラとこう長く喋っちゃったので、内容入ってこないかもしれませんが、教科書とちょっと照らし合わせながら内容の確認してもらえればいいかなというふうに思います。はい、それではですね、かぐや姫の焦点、内容編は、これで以上です。